じゃあ匠とリンファのわだかまりもなくなったぜ。みんなでお話ししようか。匠はこっちね。そうそう。それじゃあ順を追って説明するわね。おお、陳将五皇の乱の後、各地で反乱が起きてるでしょ。ぐずぐずしてたら巻き込まれて首が飛ぶから、建礼はいっそ半身の兵を挙げようと腹をくくったの。それを姉さんに仕切ってほしいんだって。陳将五皇の乱、カナンの逃亡兵の陳将と五皇が起こしたやつよね。陳将って大好き。会ったことないけど。匠は知ってる？陳将はね、もともと兵を率いてこいという命令を受けて不役の兵たちを率いて漁業へ行こうとしたけど、長雨で川が渡れず期日に遅れ、遅刻で死罪になるのが分かったから、ついに腹をくくって仲間を率いてあの秦に反旗を翻したわけ。それって一言とは思えないよね。一番好きなのはあれ、挙兵の時の仲間を集めて言った名台詞。なんだっけ、リーは覚えてない？それそれ、さすが匠、よく知ってる。王も貴族も将も大臣も生まれじゃなくって実力次第って言い切ったわけよ。すごいっしょ。始皇帝も田舎の神王から皇帝になり上がったんだから、誰だって運と力があればいいってことなのよ。で、私って赤竜の乙女だし、もうこれ絶対王になるっきゃないよね。というわけで建礼の頼み引き受けるわ。姉さんらしいけど本当にいいの？反乱の兵を率いて挙兵するってことでしょ。今や秦の意向もすっかり落ち目とっくりゃ風雲の志を遂げる絶好の機会じゃん。反対しちゃう？私はいつでもどこでも姉さんの味方。でも後戻りはできないから。建礼のやつ失敗したら責任を押し付ける気満々だし。こちとらとっくに罪人だし、秦をぶっ倒せば大手を振るって歩けるわけよ。匠にも挙兵するって約束したもんね。ここで引いたら女がスタラー。そういえばさ、どうして建礼のやつは頼んできたのかな。仲良くしてたわけでもないのに。翔花ちゃんが説き伏せたのよ。苦境を任せられるのは拝見の胸郭として名高い劉邦しかいないって。大親友の翔花ちゃん、愛の役人で頭もいいし可愛いし弁も立つし仕事も超できる子なんだけど、重度の人見知りなのよね。他人を見たらすぐに逃げ出しちゃうっていうか、
私やリンファじゃないと部屋からまともに出てこない。とっても優秀で中央に引き立てようって話が何度も出たけど、人見知りが極端すぎて全部お流れになったのよね。というわけで腹は決まってるんだけど、匠はどう思うの？芝仙君の意見は私も聞いてみたいな。姉さんの気持ちのことじゃないわ。あの賢霊よ、小物中の小物の。ああ、あいつ昔いい感じの冠を新調したら、それ見てフッとか鼻で笑いやがってさ。人のやってることにいちいちケチつけんなっての。そう、そんな小物だから今回の頼みも土壇場で臆病風に吹かれるかも。いくらなんでも頼んでおいてそんなのってありそう。芝仙君が言ってくれなければ見落としていたかもしれないわ。それにしても賢霊のことまで知ってるなんて、本当に何者なの？だから天のしるべだって。うん、詮索無用だった。ごめんね、芝仙君。でもさ、そうなると賢霊に呼ばれてのこのこ出てっていいのかな。そう言われると。そりゃ王になることだよ。こんなのを乗り越えられないなら王になるなんて無理だよね。はいや行くよ。私の天のしるべも急げって言ってるしね。姉さん、それじゃあ人目を避けて暮らすのも飽きてきたとこだし、劉邦は半身の兵を挙げる。リーバー、隠れ家にいるやつを全員集合。今からハイへ凱旋するって。承りました。劉邦のもとに天のしるべが現れた。昨夜この劉邦は白い大蛇と戦い、迷わずこの剣で切り伏せた。
赤竜の乙女が白き大蛇を打倒したのよ。すなわち新帝国の名数がつき赤き竜の子、この竜鳳が新たな王となる天命を示すものである。だからみんな半海から聞いたと思うけど、真の役人から逃げ回る暮らしはここまでよ。これから範に戻って天命に従い兵を挙げて秦を討つ。赤竜の乙女が天下へ乗り出して秦の世をひっくり返して、私は王になる。すごいでしょ。